ブルンの教えてゲームクリエイター。はよんぱー、バブルンだよ。今絶賛発売中の新作パズルボブルエブリバブルのゲームクリエイターのみんなにゲーム制作のお仕事についてのお話を聞くシリーズ第9回目はプロデューサーのお仕事についてインタビューするよ。今回のゲストは前にバンダイナムコエンターテインメントさんに遊びに行った時にも少し登場してもらったあの方。声のみの出演なら OK ということでウェブ会議でお話を聞きたいと思うよ。早速つないでみるね。こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、こんにちは。株式会社台東プロデューサーの山下です。早速質問だけど、プロデューサーってどんなお仕事なの？プロデューサーは、会社や業種によって一番仕事の中身が違う職種かもしれません。ゲーム業界だと、開発予算の獲得とか販売方針の決定、開発の方向性確認をすることが多いですかね。そうなんだ。テレビとか音楽とか映画でもプロデューサーっていうお仕事の人がいるみたいだもんね。なんだかお仕事の内容難しそう。実際に作る作業をするわけじゃないってこと？それも人によって違うんですよね。もともと開発スタッフだった人の場合はディレクターに近い立ち位置で実作業をするってこともあるんですけど、そうでない人の場合は販売面を見ることが多いと思います。私はもともと家庭用ゲームの開発をしてたんですけど、今は実作業は行わないで、開発途中のものを見て開発チームに意見を伝えるというぐらいですね。なるほど。ゲーム開発のお仕事はゲームを作るだけじゃないんだね。さっき話してくれた開発予算の獲得ってどんなことをするの？はい、台東の場合はパブリッシャーをやっているので、会社の上層部に対してこういったゲームをこういうお客様にこれぐらいの予算で作ったらこれぐらい売れるんで作らせてくださいと提案して承認をもらいます。重要なのはどんな商品作ったらお客様に買ってもらえそうなのかっていう仮説を立てることだと思います。ゲームを作る前の最初の企画を立てるときってことか。じゃあ販売方針の決定って例えばどんなこと？どういう商品構成にしていくらでどう売っていくかというのを考えます。家庭用ゲームに関して言うと、海外でのパッケージ販売は自社で行っていないので、各販売地域のパブリッシャーとの交渉も行います。実際にゲームをみんなに買ってもらえるように考えていくんだね。その中でも日光さんは具体的にはどんなお仕事をしているの？で、これはちょっとプロデューサーとは違う役割なんですけど、台東が2018年に家庭用ゲームへ再参入するときに、任天堂さんとか SIE さんとかといったプラットフォーマーさんとの窓口をしていました。自分が開発だった時も、プラットフォーマーとのやり取りはあんまりしてなかったんですけど、なんとかできるようになって、今他の人へ引き継いでいるところです。プロデューサーとしては、バブルボブルフォーフレンズとか、今回のパズルボブルエビバブルで、会社の上層部にゲームの開発方針と想定販売数をプレゼンして、予算と開発メンバーを承認してもらいました。さっき教えてくれた開発予算の獲得ってやつだね。日光さんは、台東が久しぶりに家庭用ゲームを出すことになった時に大きく関わっていた人だったんだね。プロデューサーのお仕事はどんなところが楽しいの？どんなものを作って誰にどうやったら買ってもらえるかって考えるのはすごく楽しいことです。多くのお客様の手に届いたら嬉しいですね。もちろん自分一人じゃなくて開発チームとかプロモーション担当者と一緒に考えていきます。届けたいと思った人にしっかり届けられると嬉しいね。それじゃあ大変なことってどんなこと？先ほどもお話ししたどんなものを作って誰にどうやって買ってもらえるかというのは楽しいと同時にとても大変なことだと思います。大変だからこそ楽しいって感じなのかな？それじゃあプロデューサーのお仕事で一番大切なことって何？会社っていうのはやっぱり利益を出さないといけないというところがあるんで、これぐらい売れますよと提案したらちゃんとそれを実現させることですかね。そうか、会社だから
みんなに楽しんでもらえるゲームを作るだけじゃなくて、ちゃんと売れるゲームを作らないとダメなんだね。そんなプロデューサーのお仕事って、どんな勉強をすればなれるの？どういうものが売れそうかっていうのを考えるためには、人はどんなものを何で買うのかっていうのを知る必要があると思います。私は前職時代にヒット商品開発のマーケティングセミナーというのを受講して、一応その内容を自分なりに解釈して進めていますね。なるほど。作るゲームがしっかり売れるように、マーケティングの勉強をする必要があるんだね。プロデューサーってゲーム制作チームの偉い人ってイメージだけど、いきなり慣れちゃうものなの？そのあたりも会社によってだいぶ違いますね。いきなりプロデューサーになって作るゲームの IP を決めたらもう別の開発会社に任せて販売するというケースもありますし、開発の現場をある程度経験した人が社内のチームでゲームを作るというケースもあると思います。会社やその人によるんだね。日光さんは？前にバンダイナムコエンターテインメントさんに遊びに行った時に、日光さんは前、バンダイナムコさんにいて、パックアタックの開発メンバーだったっていう話をしていた気がするけど。はい、私の場合は、開発のメンバーある程度経験してきた方のパターンですね。もともとパズルゲームが好きで、パックアタックの後に関わったタイトルもパズル要素が入ったゲームが多かったです。もともとプログラマーで、そこから開発チームに入ったんですけど、企画も立てていて、でその後プランナーに移って企画を作ったり、契約書周りを見たりしていました。パズルゲームが大好きなので、前職から今までパズルゲームに関わってきた。それが現在にもつながっていると思います。人や会社によって、プロデューサーになっていく経緯はいろいろだけど、日光さんはそういった経緯で今僕のゲームのプロデューサーをしてくれてるんだね。パズルゲームが好きな日光さんが、パズルボブルエブリバブルのプロデューサーで、よかったなぁ。パズルボブルエブリバブルでは、日光さんはどんなお仕事をしているの？最初はコアメンバーと家庭用ゲームでパズルボブルを出すならどんな内容にするのがいいかっていう案を練りました。でそこで決まったテーマがみんなでワイワイでした。でそこから企画の概要を決めて、制作にかかる費用と売上の予測をして会社から開発承認を得るという流れになります。でその後はゲーム内容のチェックをしつつ、主に海外の販売会社の方ですね、その調整作業をしています。開発の OK をもらうまでのお仕事が大変そう。売上の予測ってどんな風にするの？自社とか他社さんの、最近の販売実績を参考にしています。ただ、2018年に家庭を再参入して、社内開発として最初に立ち上げたのはバブルボブルフォーフレンズだったんですけど、あれはもう自社の実績が参考にならないんで他社事例だけが手がかりでしたね。でも開発スタッフですとかプロモーションのスタッフ、そして何よりバブルの人気もあって海外を中心に売れ行きが伸びて当初の目標は無事達成できました。バブルがありがとう。僕のおかげなの？やったー！目標達成できたみたいで僕も嬉しい。それじゃあ今回こんなところにこだわっているよっていうのを教えて。日本版のキャッチコピー、一人でもみんなでも狙って弾ける爽快バブルシューティングとある通り、一人で遊べる手軽さを残しつつみんなでワイワイ楽しめる要素を強化しています。で特にストーリーモードをみんなで進めていけるのはシリーズ初なんで、お友達とかご家族とかぜひ試してみてほしいと思っています。またオンライン対戦も最初から絶対に入れようと思っている要素でした。今回対戦結果でレーティングが上下してランクが変わるというシステムもあるので期待してください。一人でも気軽に遊べるだけじゃなく、みんなで一緒に楽しんでほしいっていう思いが込められてるんだね。それじゃあこんなところが難しかったよっていうのを教えて。開発の中身に関しては基本的に開発チームの方にお任せしていたんで、それ以外の面でお答えしますと、前作のバブルボブルフォーフレンズですね、海外の販売比率が9割を超えていたので、今回もアジア担当のアークシステムワーク社さん、欧米担当のストリクトリーリミテッドゲームス、イニンゲームスさんと調整しながらスケジュールを決めていったことですね。そうなんだ。スケジュール決めは、例えばどんなところが難しかったの？やっぱり海外販売が強いということであれば、各パブリッシャーの意見を聞きながらどんな仕様を入れるかとか、それを入れた場合のスケジュールはどうなるか、また情報出しはどのタイミングするかなんていうのを調整していきました。販売
のスケジュールだけじゃなくて、仕様の意見ももらってたんだね。じゃあ、日光さんから見て、パズルボブルエブリバブルはどんなゲーム？家庭用ゲームの基本はやっぱり一人遊びなんで、そこが面白くなるようにちゃんと調整されてるんですけど、友達とか家族と集まった時に一緒に遊ぶとより楽しくなって、ゲームシステムのシンプルさもあって気軽に楽しめる、そんな一作になってると思います。ちょっとした時間に気軽に遊んでくれると嬉しいね。最後に、この動画を見てくれているみんなや、今、発売済みのパズルボブルエブリバブルを楽しんでくれているみんなに、メッセージをお願いします。まずはまだ遊ばれていない方、気軽に楽しめる、でもやりがいのあるゲームに仕上がっていると思うので、ぜひ試してもらえると嬉しいです。で、すでに遊んでくださった方、本当にありがとうございます。感想とか、もっとこうなってほしいってところがあれば、ぜひ SNS とかでレビューしてもらえると嬉しいです。で、開発チームと一緒に内容もチェックしてますんで、ぜひご意見ください。実は僕もみんなも結構 SNS 見てて参考にさせてもらったりしてるよ。だからたくさん感想を書いてくれると嬉しいな。友達や家族と一緒に遊んだり、オンライン対戦で腕を磨いたり、これからもいろんな楽しみ方をしてみてね。小ネタをお願い。今回は、模様追加っていう表示モードを設定から選べるようにしてもらいました。色が見分けづらい場合に役に立ってくれるといいなと思ってます。試してみてね。